はい、スモールつきました。はい、ヘッドランプつきました。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、これオートライトユニット届いたんで、これをハイゼットトラックにつけていきたいと思います。っていうのは今までの車ね、全部オートライトだったんですよ。そうするとね、オートライトのついてない車乗ると消し忘れたり、逆につけ忘れたりするんで、まあ危険じゃないですか、ライトつけずに走ったらね。オートライトユニットを取り付けて自動化したいと思います。じゃあ早速やっていきたいんですが、配線図がないんですよ、この車のね。だから配線を調べるところからですね、やっていこうと思います。5本のネジ外して、これを外しました。中汚いですね。よいしょ。はい、そしたらホコリも吹き飛ばして綺麗になったので、照明回路の配線を探していきたいと思います。これとこれ、このぶっとい線がそれっぽいね。まずマイナスの線をどっかボディアースに取って、んでプラスなんかヒグスボックス当たってみようか。常時電源はどっかないか。この辺常時電源が見当たらへん。ということで ACC Howard Form was drummer Jeff Plummer was working with his mate Glenn A. Baker. You know Glenn A. Baker, legendary. どこにも電気が来ない。これがアース落ちてない。あ、これで来ましたね。これでアース側も OK ということで、これが入らん。これが常時電源、赤が常時電源で、グレーがヘッドライト、緑も常時電源、マイナスじゃないね、マイナスやったらテスターでね。青はパッシング、赤も常時電源。常時電源が2つもあるの？ということはスモールランプはこっちのどれかの線やけど、うわ、こんなとこにリレーがぶら下がってるわ。これヘッドランプのリレーやね。黄色がスモールランプで、こっちのグレーがヘッドランプということです。3個目、4個目、こっちのスモールランプは
スモールランプはここの緑から供給してて、ヘッドランプは赤から供給ですね。プラスをね。わかりました。ハイジェット側の配線ですね。調べた結果、手前のコネクタ、赤がヘッドランプ用の電源、灰色がヘッドランプ、緑がスモールランプの電源、青がパッシングの線ですね。で、奥のコネクタ、黄色がスモールランプになっていました。この辺に収めたいと思うので、感度スイッチ、これがついてるんですけど、これねあんまり触ることないんで、もう常にノーマル状態でいこうと思うんで、配線をぶった切ってスイッチを取っちゃいます。そしてノーマル状態にするためにはい、これで握っときます。はい、これでも常にノーマル状態でつきます。あとオレンジの線は、今回使いません。なので、先っぽをショートしないようにこれかぶせときます。これの赤が常時電源、車両のヘッドランプスイッチが茶色線、これぐらいの長さですかね。この辺に来るスイッチがスモールランプの緑と白の太線、白の太線がスモールランプの電源で、茶色がヘッドランプで、青がヘッドランプの電源。イグニッションの電源に接続してくださいか。ユニットをオンオフする場合は、でもこれヒューズの問題があるから電源をイグニッションから取ればいいねんなということにしましょう。でこの辺からこう入るから、これぐらいの長さで黄色の線も配線しないということなので、黄色の線もこれつけときます。先ねショートしないようにね。そしてあとの赤以外の線をバスッと切りました。で赤がヘッドランプの電源、ヘッドランプの電源は青線、はい、ハンダゴテ持ってきました。これね、締めてつける赤とか青の挟むやつあるでしょ。あれよく接触不良起こるんで、ハンダでいきます。はい、フラックス、はい、ハンダ OK。白線がスモールランプの電源、緑に接続、はい、それからヘッドライト茶色がこのグレーですね。
このグレーの線、そしたらこっちのコネクタはこれで OK。 そしてこっちのコネクタの黄色、これに、スモールランプ緑、オッケーオッケー。んでフラックス塗ったっけ。フラックスがもうだいぶ少なくなってきた。これ高いんですよね。あ、そういや誰かがなんか自分でフラックス作ってましたね。何入れるんやったかな。誰でしたかね。倹約さんかな。よいしょ。まあフラックスね、主成分は松ヤニなんですけどね、松ヤニを何かしらの液で溶かしただけのものだとは思いますけど、はい、これでライト側の配線は完了ですね。であとはプラマイつなぐだけ。でここにマイナスのネジを挟んで、これはスイッチに行く線。で線がバラバラになっちゃうので、一応スパイラルでもかましときますか。はい、こんな感じですね。そしてこいつとこいつをスイッチをつけましょう。スイッチ、これをこの辺に埋め込もうかなと思ってます。これね、普通やったらキャップがはまってるだけなんですけどね、キャップじゃないよな、これ完全にくっついてるような。この金属用のヤスリじゃなかなか削れないですね。なんかないかな。ああ、気づいてもた。あ、これで入りそうですね。もうちょい。
お、これでいい感じ。はい。ということで、これの線をこれパンツはめんの忘れたね。なんかないかな。これでいいか。こいつでいいかな。はまるかな。入るか。入るな。黒もはめとけばよかった。でももうめんどくさいので黒はビニテ。これでいきます。そして電源イグニッションから取るんやけど、イグニッションこれから、これがね ETC の線なんですよ。これがイグニッションなんで、ここに一緒にくっつけちゃいましょうか。そしたらまずラックス、こっちにもこれ一緒にくっつくかな。よいしょ。これがまたやりにくいな。これじゃちょっと弱いな。一本ばかし手が足りないので、これを外して、これで大丈夫やね。そしてこいつが電源。電源こっちが LED か。こっちが、これが電源側でアース。はい、つきました。そしたら本体、そしてこれが明るさのセンサーですね。とりあえずつないでみましょう。はい、つきました。イグニッション入れました。 ETC カードを認証しました。有効期限は2028オンにします。年7月です。周囲を確認してから発信しましょう。で暗くします。見えへん。OK やね。カチッって言うとね。これね、
はい、スモールつきました。はい、ヘッドランプつきました。ちょっと徐々に明るく。両方消えてまた。これぐらいか。はい、OK ですね。はい、完了です。ハンドルの下蓋閉めなあかんね。それとこれをちゃんとつけましょう。これはちょっともうちょっと前向けた方がいいかな。ちょっと前向け、こんな感じで貼りました。配線はとりあえずインシュロックでまとめます。はい、作業をしてる間にこれが乾きました。きれいに洗いました。はい、完成です。説明書に書いてある接続方法と少し違う接続をしたので解説しておきます。これがついてきた説明書の配線図なんですけども、ハイゼットの場合はスモールランプ、ヘッドランプともにプラス側にスイッチがついています。説明書通りに接続すると白線、スモールライトの電源の線、それと青線、ヘッドライトの電源の線ですね。この2本の線の接続先なんですけども、説明書にはイグニッション電源配線に接続って書いてあるんですが、スモールランプの電源ならねまだいいんですけども、ヘッドランプって結構な大容量なんですよね。その大容量の電源をどこかのイグニッションのヒューズから取るとなると、そこのヒューズの回路にはかなりの負荷がかかってしまいます。そうするとですね、ヒューズが切れたりとか、場合によっては配線が熱くなったりとかっていう恐れもありますんで、ヘッドランプはヘッドランプの回路から、スモールランプはスモールランプの回路から電源を取りたいわけなんですよ。この説明書に問題があるとか間違っているとかっていうわけではありません。大体の車はリレーを介してヘッドランプに電源を供給しているので、スイッチのところにはもっと細い線がつながってるはずなんですね。そのような車だったら何かのイグニッションの回路の電源を取ってもなんだ問題はないと思うんです。ハイゼットの場合リレーもついていたのですが、スイッチのところに来ている線が異様に太かったんですね。おそらくリレーはロービーム、ハイビーム、パッシングの切り替えの何かのために接点を利用してるんじゃないかと思うんです。配線の太さからしておそらくスイッチに直接電源の線が来てると思われます。スイッチのところに異様に太い線が接続されている場合はちょっと注意した方がいいかもしれないですね。そういうわけなんでね、他のイグニッションの回路に接続するのがちょっと気持ち悪かったんで、ライトのスイッチのところに来てる電源線に接続したというわけなんです。ユニット側の青線、ヘッドランプの電源線ですね。これはイグニッションの方にはつながずに、ハイゼット側のコネクターの赤色の線に接続しました。ユニット側の白線、スモールライトの電源線ですが、これはハイゼット側の緑の線、これに接続しました。このハイゼットの場合の配線はこのようになります。今回オートライトユニットに使用したスイッチがこれです。裏面返してみると、それぞれ右左スイッチが入ってます。そしてこの中央寄りのこの端子、これに LED がついてて、その LED がこれですね。電源を入れるとランプがつくようになります。そして接続ですけども、今回の場合ですね、イグニッションからここに接続します。そしてここからオートライトユニットの電源、赤い線に接続します。そしてここでもここでもどっちでもいいんですけども、ボディアースに接続します。そうするとスイッチを入れた時にこのランプがつくようになります。今回ですね、スモールライトとヘッドライトの電源をスイッチのところの電源から取りました。その電源は常時電源ですので、このオートライトユニット自体の電源は必ずイグニッションからの電源に接続しなければなりません。
もし他の常時電源とかにつないじゃうと、暗くなったら電気がつきっぱなしになっちゃうんで気をつけてください。はい、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はアウトドアアクティビティのサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。